はい、こんにちは。さっきね、罠にかかってると連絡があったので、今から取りに行くんですが、できればね、生け捕りにしたいんですが、今回死の罠を借りてるところなんですが、死の罠のね、隙間がすごい細かくて、手が入らないんじゃないかなと思うので、どうなるかわかりませんが、とりあえず生け捕りを優先してダメなら止め差しします。あとね、住宅地が近くなので多分無言でやります。ね、話しながらイノシシを捕まえてるって客観的に見るとやばいっすからね。そんなわけで移動です。ちっちゃいのが2匹ですね。つうか2匹って聞いてねえよ。箱罠2匹から生け捕りってできんのか？いいですよ。
今年の春生まれだから、そうですね、半年から8ヶ月ぐらいかな。はい、そんなわけで2匹捕まえて持って帰ってきました。これね、今回初なんですが、もう寝てるんじゃないかってぐらいおとなしい。最初ね、小さいからショック死したのかなと思ったんですけど、鼻見るとね、ちゃんと呼吸してるんですよ。
お腹も動いてる。超ピコピコしてる。まあ多分生け捕りのメリットってこういうことでしょうね。その止め刺しの直前に非常に安定した状態でいてくれるっていうのはね、多分肉質にも影響するだろうし、まあそんな感じで子供2頭生け捕りでした。解体とかはまた動画にするかもしれませんが、また次回。それではまた。どうもご視聴ありがとうございます。狩猟を中心とした山ライフの映像をこれからも上げていきたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。